いい正月です。初大晦日勝利だったんで、もう本当にこの試合にめちゃくちゃかけてたんで、ここで終わってもよかったんですけどねぐらい本当かけてたというか、実際見たいっていう人多いだろうなって話してたので入っちゃえば反響はすげえ大きかったのかなっていう感じですかね。今日の服装のテーマは殺し屋です。いや、死刑執行人です。大臣の朝倉未来があいつに余計な、敗北を喫したので、僕が代わりに処刑します。ただ平本を本当にぶっ飛ばしたいっていう気持ちだけは間違いないです。初めてだったんじゃないですかね、こういう感じで。絶対負けたくないみたいな。今までは記者会見場外での対決という形でしたが、それをリアルなリング上で決着をつけるという両者になります。戦いの後にはどんな景色が待っているんでしょうか。赤いスーツなんですよ。なんか意味があるんですか？ね、今日意味ある。もう赤で血とか心いろいろの。見解のスタイル。まあ当たり前今日ボペがやってる。ギリギリまでリラックスしますね。いやもう決められないように頑張るしかないですよねここに行くまでが勝負かなとは思ってますけど、はい、いい試合にしたいなとにかくそれにつきますね。はい、勝ちます。はい、日本総合格闘技の王道、いつもと変わらず泰然自若、斉藤が動くと嵐が起こる。今回2年越しで実現したマッチアップ、そう遠くはない未来のフェザー級王座挑戦者決定戦と言っていいかもしれません。さあラーメン大好き斉藤さん、小池さんを平らげて2024年へ。1年2ヶ月遠ざかっている勝ち星、 400g で全てが変わる残酷さを経験した今年、しかしたった一度の勝利で人生が変わることも知っています。復活を期すクレベル小池、埼玉で最高のポベガーを叫ぶことができるでしょうか。クレベルの寝技に付き合うとかそういった形にはならないと思うんですよね。なるほど。クレベルに飛び込めないですよね、なかなか。なかなかそうですよね、ケンコバさんね。当てましたね。おお、スタンド。綺麗なまっすぐじゃないのが手のが長かったな。左離れ際、左のフックです。最初のちょっとキックとかパンチとか喧嘩やる、敵で会う、そういう印象やるか。杉山さん、クレベルがグイグイ出てきますね。そうですね。残り1分半ぐらいから突然このギアチェンジをしてきて、外掛けから残しましたね。ただここで気抜かないこと、相手がしてくるだろうっていうのを想定済みで置いてったと思うんですけど、鉄槌、斉藤が仕掛ける。ここです、鉄槌。はい、今入りましたね。入りましたね。決められる感じは全くなかったんですけど、僕も下から打ち返してきたり、思ったより削れなかったかなっていうのが正直なところです。パウンドなんで大丈夫です。彼がウェイトを私下なんでも問題ないです。オフェンスなんでも。ここです。ここも来た。オープラット十字、気をつけてほしいですね。まあ抜けてるんで、クレベル選手したいですね。脇刺されない、脇刺されない、まだあるんでこれ、はい、スイープですね。はい。どうだ、今度はサイドです。サイドを取ったのはクレベル小池。スペースを潰して時間の経過を待つ。ここで第2ラウンド終了です。1ラウンドはどっちにつかないにしても2ラウンドは取ったかなっていう感じだったんですけどね、3ラウンド勝負だと思って、別に逃げたテイクダウンじゃなかったですけどね、全然攻めたテイクダウンですね。勝負にいった結果、勝っちゃっ
ったかもしれない。そして小坂がテイクダウン、首を取っているのはクレベル小池。されてしまった上になったのはクレベルです。腹出されちゃうとよくない。見てますね、ダッシュチョークどうだ。テイクダウン自分が言ったのを切り返されてガブリからのチョークだと思うんでクラッチまで行くのは早いですね。気づいた時には斉藤豊逃げられるか。逃げれないよ絶対。欧米がーって言ったの聞こえてパタッと言っちゃう。ただ厳しいことには変わりない。クレベルはチャンス、クレベルはチャンス。落ちた。斉藤豊を落としてみせました。はないです。勝てた試合だったかなっていうワンミスですよね。自分に負けそうになる時とか苦しい時とかは日頃応援してくれる方たちの声が頭によぎるんですよね。まず皆さんに感謝してちょっと落ち着いて決めたいなっていう感じですね。はい、本当にたくさんの応援ありがとうございました。Já sabia que ele ia ficar. Vou pegar, pô! Esse é você. 今年でちょっと難しいな。でも最後でのミスワカで一本勝ち勝ったら良かったです。自分も普通の人勝つ負けるあるがもうライフで同じかな。ずっと勝つできない、ずっと負けるじゃない、両方でやってる。だからみんな来年でみんなもっと信じててください。もっと自信して来年で自分のチャンピオンになってる。それ間違いないです。現パンクラスのチャンピオンです、2位すぐる。対するは元ディープ王者ヤマスドミネーターサトシ。さあ豪華すぎる。ヤマス曰く前座のメインイベント、今ゴングを聞きました。右のローキック、カーフキックから入っていった。少し足が流れたのが2位です。あそこ潰されると強いですね。カーフメインの組み立てをするっていうところが思ったよりハマっちゃったので自分でそこにドツボにはまっていったというか視野がすごく狭くなっちゃってたなっていう感じはします。ちょっとね、カーフ効いてますね。そうですね。めっちゃ僕カーフキック効いててやばい、もう2ラウンド目これ耐えれるかなと思って逆にカーフキックめっちゃ狙ってくれたからもう一気に上にぶち込めたのかなっていう。収録で普段はお酒を飲んでる。右のフックロングレンジ一戦、ヤマスドミネーターサトシを仕留めてみせました。ちょっとヤマス戦心配ですね。すいません、お見苦しい姿をごめんなさい。終わりかな。まずは家庭と職場に恩返しをしてそれからまた格闘技については身の振り方を考えようかなと思ってます。はい。じゃあクラブ席よくしてください。さっきドクターに今日お酒飲んじゃダメって言われたからノンアルビールでクラブでカウントダウンしてきます。フェザー級のやっぱりベルト狙って僕もトップ選手どんどん倒していきたいと思います。柔術着にオープンフィンガーグローブをつけての入場シーンです。コージー、青木真也と毎日のようにイチャイチャしぐちゃぐちゃにされる日々。プロキャリア15年 MMA 歴8ヶ月、2年ぶり2度目の大晦日、エンペラーを蹴り飛ばしキングへの道を切り開く三浦孝太。今戦いのゴングをホイッスル。カーフキックちょっとビビったっす。カズさんの息子だけあってカーフキック痛かったっすね。せめてプレッシャーをかける。何を聞いても答えをくれると思うので、はい。ありましたね。聞いてないと三浦孝太。
右のパンチ入った後に拳が折れちゃって浩二選手勝ったと思って、その後にどうするかっていうところが実際できなかったので、そういう部分も含め経験不足というか。三浦選手じゃ楽に戦う、これですよね。テイクダウンされてもいいから行く。それくらい人口です。僕のよく動いてくれます。アップライトに構えたから唾液やってくれると思って一気に近くに行けっつって。1ラウンド後半ちょっと効かしたんで。ボディ効いた、ミドル効いたか、足を取りにかかったサイドのショット、ここで第1ラウンド終了のゴングです。ファイトしろ、いけ。今日も工事軍団が対抗して押し寄せています。ライジンルールであればタックルに行った。やっぱ青木さんと組んでるからすごく感じるですね、力が。ああ、なるほど。前回の3分13秒ヤンマーに負け出しちゃう。効いてるパンチ。効いた。チャンスですね。まとめた方がいいですね。ストップ。宣言通り最後はサッカーオリンピックファイナルキングを蹴り飛ばしました。 MMA デビュー戦。コーチ選手にロープつかみの反則がありましたのでイエローカードが出されました。退場するときにイエローカードを出されて、俺ってほんま持ってるなと、もうサッカーの試合やんと思って。三浦孝太はキャリア初の連敗となりました。手首かわかんないですけど、ああ痛い。スカフォイドかな。大丈夫。悔しいし、この舞台で負けるっていうのにはいろんな意味があるし、だけど心は折れずに自分ができることをやっていって、また試合させてもらえるなら絶対勝つ。ちょっとさ、怖かったマジ。なんかありがとう、豪太君。ありがとうございました。またサッカーしよう。挑戦することによってこうやってね、勝利が生まれるんで、みんな挑戦してほしいし、俺もその気持ちを忘れんとこうと思いましたね。まあ足田の結果によるんですけど、こう眠らして UFC でもいっちゃおうかな。みんな俺の歌聞きたかっただろ。ぶっ飛んだ涙がぶっ飛んだ俺の中。打撃だけじゃない、何でもありの芦澤流星がいきなりの番狂わせを巻き起こすのか。ダイヤモンドと自負するその拳でオリンピック銀メダルを血染めにするつもりです。ここ勝ったらなんかつながるわけでもないですけど、テイクダウンしてバンド打ってしっかり決めてリアルに2分ぐらいで終わるじゃないですか。太田は自分を相手に総合デビューを果たす芦澤に激励の MMA を仕掛けるつもりです。心秀夫戦の時自身に芽生えたあの感情も芦澤に抱かせようとしているかのようです。オリンピック銀メダリスト。まずは1ラウンド目、どういったスタイルを見せるのか芦澤流星の MMA。 一方太田はどこかでタックルを仕掛けてくるでしょう。もう入りましたね。いきなりテイクダウンです。しかもサイドモーション。打撃でも組むでもない距離から入ってきましたね。やっぱ間合いとかタックルとか絶妙なタイミングだった。これだけで上がってきますからね。なるほど。今首、ここで今アナコンダ、ダースチョークですね。チョークに入ってきます。練習通りですよ。ダースチョークもスムーズに入れたし。ダースチョークから入りました。かけてきました。さあここから締め上げていく太田忍。一本勝ちになるか。決めれば一本勝ち。落ちてる。なんと太田忍、見事勝利を収めました。貫禄勝ち。悔しいな。何もできなかった。悔しい。膝が悪くてできなかった練習は悪くあるから強くなるしかないから。悔しかった。何もできなかったから悔しかったんですね。それ残るじゃん、めちゃくちゃ人生の心の中に。でも勝ったとしても一瞬じゃん、1週間とか2週間で終わりじゃん。嬉しいけど悔しさのが残るんだからさ。来年辰年じゃないですか。これ調子乗って辰年迎えるより負けて反省して迎えた方が良かった。これでやり直すです。ザコも負けたわけじゃないんで、
厳しい世界だ。まあだから面白いっていうのだし。オッケー、もうおしまい。もう大丈夫。オッケー、ありがとう。決めたかった、流しちゃった。いや決めたじゃん。いや落ちたよ。決めた方がいいんだよ。落ちたんですか？落ちた完全に落ちた。見てみな。一本ですか？完全に落ちてもう落ちて傷つけるところを最悪。あ、そうなんですね。大晦日にやるカードとしては実際僕がタイトルマッチにつながるようなカードをやりたいっていうのが本音だったんですけど、僕が名古屋でね負けてしまって、それは叶わなかったわけで、2024年からベルトに絡めるような試合を一歩一歩頑張って、遅くても来年末タイトルマッチして勝ってチャンピオンになりたいなと思います。ブレイキングダウンから殴り込み、富澤大地がライジン初参戦です。クラッシュ現役王者篠塚達樹が格闘家として新たな一歩を踏み出します。3分3ラウンド1ラウンドが始まりました。さあ1分間勝負のまずは富澤大地が出ていく。くるみさん、やっぱりプロのチャンピオンとしては絶対譲れない、そんな気持ちはあるんでしょうね。いやもちろんそうでしょうね。当たりましたね。これが篠塚達樹のパンチ。ダウンを取られる想定はしてたんで、何が入ったのかあの時は分かんなかったんですけど、阿部倒れたなと思ったんで、セコンドの声聞いて一回冷静に組み立て直そうっていう感じでしたね。あの相手に内情じゃダメっすわ。こんな大晦日っていう最高のチャンスをもったいなかったっすね。逆に返していきました篠塚達樹。そう富澤選手もすごいいいですね。もうここ行くしかないですね。当たってる。ブレイキングダウンとしてもう行くしかないですね。ワンツー。そこに待っていた。クラッシュチャンピオンのミニカウンター。まあ自分の実力出し切って負けてるんで完敗なんで何も言うことないですね。ダウンを2つ奪いました。第8代クラッシュフェザー級チャンピオン、初めてのライジン電撃参戦のこの大晦日。試合終わってもいつも対戦相手喋んないんですけど、なんか富澤はなんか男としていいんじゃないかなと思ったんで喋ったっすね。ありがとうね。いやすごい強かった感じたよ。ごめんね、強くだろ。ありがとう。俺も頑張るわ。本人はダメだから。まあ本当2年前あの事件以来だったので、最高の大晦日人生変えたいと思います。すごいリラックスされてると思います。リラックスしてますよ。1分後にこれ試合でもいいです。まあ普通にもう生物的に僕の方が強いんで、それが出る試合かなと思います。見とってください。はい、立ち技と MMA のボーダーレス化が進むライジン。 K1 では交わることのなかった2人の元チャンピオンが MMA で交錯する格闘技スクランブル交差点。今戦いのゴングです。なるほど、あこれパンチ打ちながら頭を低く突っ込んでいったのが久保、そこに向かい打っていったのが安保です。やっぱりすごい重いですよね。鋭いしブロックの上からのそこは本当に警戒してた部分であったし、で打撃で仮に上回られてもテイクダウンいって決めるっていう、そういう戦略というか。シングルまだ切れてないです。足上げ、足つきますね。まあこれは PK 実力で勝って PK 冷静に。ここでテイクダウンに持っていくことができるか、どうだ。ここはスクランブル。自分のイメージはひっくり返してマウントを取り返したっていう、なかなかやっぱり寝かしちゃってからはセコンドの指示通りというか、パスするよ、4の字しっかり取って、そう4時組んで、そこからマウントが上がっていってっていうところは練習通りというか。顔をしてマウントポジション、そこの、練習はもちろんやってたんですけど、返しきれるかどうか。バック足を差し込んだ久保、バックバウンドだ。時間かけるな、仕留めてしまえ。ここで
止まらない方が。さあチョークを回っていく。リアネイキッドチョークだ。リアネイキッドチョークだ。今回は本当に負けるわけにいかない戦いだったので率直にほっとしてます。やっぱり広い方ですか？いや、似てきちゃいます。おー、いいね。もう BCC させたんですか？なんか、はい、途中でタップしたんですけど、話さないでました。ありがとうございました。山本選手、ありがとうございました。ありがとうございます。強かったです。盛り上げてくれてありがとうございます。やりましょう。強かったので。ありがとうございました。ありがとうございました。セルフプロデュースが上手い選手というかね、基本は逆にそういう感じじゃないとなんか生き残ってこれないっていうかね、そういう本当に個性豊かな人たちある中、今やっぱり格闘技界のマーケットがやっぱり MMA が主流なんで、安保選手もこれに懲りずというか、ライジンを一緒に盛り上げましょうって。悔しいですけど、打ち込んでも時間もたらないし、別に久保選手にどうこうリベンジとかじゃなくて MMA っていうものに対して競技にリベンジしたいっていうふうに思ってるんで、だから俺も必ず強くなるんで。穏やかに行く年を過ごす気はさらさらありません。殺気をまといヤーマンが感情むき出しの花道を進みます。朝倉未来を77秒でマットに沈め、一躍時の人になってからこじれにこじれた平本蓮との関係性。お前朝倉未来に勝っても平本蓮に勝ってもスターになれねえんだよお前はとかもうただの悪口っすよ。誰もいなかったらあの場でやってたっすね。殺してやるしか考えてないですよね。こいつをもう本当やっと殴れる日が来たみたいな。美しい花には毒がある。進化するストライカー平本蓮が3度目の大晦日のリングへ向かいます。ヤーマンの後に入場だからもっとかっこいい入場したら絶対に嫌だろうなと思って入場から食ってやろうと思って。この試合の先には朝倉未来との戦い、黒いバラは年の瀬に輝きを取り戻す平本蓮。リアルなリングでの戦い、平本蓮かヤーマンか MMA での戦いです。テイクはないだろうなと思ったんですけど、あえて公開練習とかでこう下手なグラップリングとかを見せて、こいつ全然グラップリングできないじゃんって思わせてテイクこさしてスタミナ削ってバしたところを仕留めようっていう。いやわざとあれを下手にしたってことですか？いやでも下手でしたよ。僕はもうバンテージカッチカチにしてもう殴ることしか考えてなかった。組み技やるバンテージじゃなかったんですよ。試合前もいろいろ言ったりとかいろいろあって絶対殺してやるってなって試合来ると思ったんですよ。それでやっぱ案の定も倒す気できてたんで。埼玉の夜どうなるか。いきなり飛び込んでいった右左右のフック。ヤーマンです。平本はちょっとバランスを崩しました。絶対大素で来ると思ってたんですよね。そこもちょっとミスったっすね。 SNS で出してる画像とか映像が全部サウスポーで映像を出してたんですよ。でこれは絶対罠だなと思って大素の対策をめちゃくちゃしてたんですよ。サウスポーで行こうと思って
ただあんまりオーソドックスの動画を上げるとサウスポーで来るってバレるかなと思って、あえてサウスポーの動画を出したらサウスポーで来ると思わなかったりしてて、全体的に俺がやっぱゲームを支配していたなっていう。左のハイキック、入った。右から左、顔面へのパンチは倉本連打。肘組んで思ったのは、あ、こんな力ないんだっていう感じだったですね。打つには負けないなみたいな。意外に四つ組みの強いなと思ったんですけど、力めっちゃ使ってるんですよ、ヤンは。僕力もう半分ぐらいしか確かにね伝わってきますね。倒そうとしない、倒そうとしない、倒そうとしなくていい。長蘭さんのプランで肘一辺倒で、はい、行こうっていう作戦ではあって、倒そうとしないと言っちゃダメでしょって感じなんですけど、これでもうテイクは狙ってないけど、こう離れて肘をこう、もうこの瞬間に作戦一気に分かったんです。だからあとはもう集中すれば。じゃあだからそれ乗っかるかどうかですよね。そうですね、はい、左のロー、左、あ、ちょっと効いたか、腰がぐらっと落ちた。左食らった、左いますね、はい、右だ、あ、これを返していく、平本も返す、僕は外したっすね。ボクシングを徹底的にずっと研究してやってたんですよ。でそこでやっぱ使えるなっていうのはここに来ていきましたね。終了ですね。1ラウンドあっという間の5分間。もう打ち合いはもう全部見えてるんで、あとはテイク、大塚さんと2ラウンド目はもう相手その精神的に削りたいから上絶対取ろうっていう作戦でしたね。逆手で返したらこれ思いっきりカウンターになるんで。そうですよね、はい、顔が近づいてくるから。ここの印象はめちゃくちゃ悪かったっすね。早く立たなきゃみたいなのはあったっす。もっとブリッジとかでこう暴れて、ここで暴れたらちょっとスタミナ使うなと思って、後ろ向いてバックで逃げるっていう楽な逃げ方に切り替えて、で暴れてたら多分相手も疲れてたんで、そこがちょっと自分の心の弱さが出ちゃったっすね。ここも誘うような形、最後のフック、そこにストレート、うわ、右のフック、そうですね、山は頭を下げる、もうこの膝も超効いてたっす。相当相手のスタミナ取れたと思ったら、もう次3ラウンド絶対勝負って、この試合は絶対勝つっていう、もう集中して。ヤーマンか平本蓮か、第3ラウンド5分間。ヤーマン選手はフック、さあヤーマンもしかしてここはパンチで応酬、残ってるかどうか、ちょっと足が、踏ん張れないか。そうですね、はい、ヤーマン、今の結構カウンターのタイミングで当たったのに、いや今の普通だったら倒れてます。外掛けでここはテイクダウンで少し休むか。そうですね、いや返しましたね、これ返します、ああ、よかった、うまいですね、うまいな、はい、体のコントロール。この膝で切れたんですよね。それも印象悪かったですし、ここから左、ここは足を止めた打ち合いか、いや左とかわした平本蓮、すげえ倒しに来てるのがあったんで、より空間を支配しやすかったです。離れ際右、これもスウェーでかわした右のフック、残り10秒切った。キックだとラウンドごとの判定じゃないですか。キックの判定で見たら勝ちもあるんじゃないかみたいな。KO したかったんで、ヤーマン強かったなって思ったっす。赤平本、まずは赤平本、赤平本、3対0、平本蓮が因縁マッチ、ヤーマンを判定です退けました。平本が来たことすら知らなかったです。本当にもうなんだろう、あの場にいたくなかったですね。絶対殺すマジで。
やり返せる。あいつには負けたくなかった。嫌いなのは変わりないですし、試合前にあった憎しみとかっていうのはちょっと薄れたかなっていうのはあるんですけど、まだまだ全然嫌いですよ。格闘技で失ったものは格闘技でしか取り戻せないと思うんで、リング外でやったとしても MMA で平本に負けたヤーマンっていうのは一生消えないですし、だからやっぱそこを取り戻すためには MMA でやり返すしか名誉挽回するっていうのはできないなって思ってます。レスリングとかその充実の技術っていうのは全くやってこなかったんで、やっぱ今年はそこの技術も取り入れて MMA のスキルを上げていきたいです。MMA で積み重ねていきたいなっていう気持ちがありますね。ヤングも強くてちょっとしょぼい勝ち方になっちゃったんですけど、朝倉未来お前がぶっ飛ばされるから俺が普通にぶっ飛ばしたわ。でまあはい、朝倉未来首のシワすごくないですか。首のシワもうこれ朝倉未来偽物説なの陰謀論者だったら朝倉未来のお父さん陰謀論大好きです影武者みたいな僕ほどの朝倉未来研究家になるとそういうことも考えちゃいますね。選手とのその情報論みたいなのがありますけど、ご自身どうですか？かなと思います。かなと思います。多分。ありがとうございます。今まで勝ってきたのが一番嬉しいですね。マジでもクソ腹立つなっていうイライラとか止まんなかった時もあったし、まあでも試合こう終わってみてヤーマン強かったなって思ったっす。気持ちいい試合をありがとうって感じです。2月後半からアイルランドに治療しに行ってくる感じですか。全てを学びたいです。やっぱどうやってアイルランドのああいう小さい順が UFC の王者まで行ったのかっていうか、ファイトスタイル俺はもうコナー・マクレガー意識してるっていうか相当ですね。マクレガーと気合いそうな気がするんですよね。朝倉未来と俺がやるときにマクレガーが来てくれみたいな、いや来てくれると最強になって戻ってきます。さよなら。